どうも、ベトナム在住のイッツです。今日もね、CL50 のメインハーネスやっていきたいと思います。今回の CL ね、ギアインジケーターがあるんで、旧型のウェーブアルファの部品で揃えてみました。これがメインハーネスですね。こっちが古いやつ。これでね、多分いけると思うんですよ。どこで打つのかな。元のやつがね、どこだ、タンクの横というかフレームから出たところでね、切られてるというかつなげられてたんで、これをねちょっと長めにね、ライトの中に入るようにして、あとは全体のバランス見ていけばいいと思うんですよ。メインキーがね真ん中らへん、これですね、ここにあるんで、これはねこいつを中外して後ろまで持っていきます。でそれ以外の、どれだ、エンジンにつながるやつとかね、ここにあるんで、これも全部剥がしてこの下側にね持ってこれるようにできると思います。一つだけ問題はね、こいつは大丈夫かな、このイグニッションコイルがね下まで持っていきたいんですよ。できればつないだりしたくないんですけど、多分これはね切ってつながないとダメな気がします。それ以外は全部いけるんじゃないのかな。前から開けていきますか。ライトの中でねこれ使うことはないと思ったんですが、一応切らずに外してみました。こいつだよね。純正でもテープはベタベタになるんですね。後ろまで行けっか。ここでアースがあったか。アースどっから取ろうかな。こいつだけ外しちまうか。これね、とりあえず必要なとこだけ取りました。こいつですね、メインキーを後ろにするにあたってね、アースがねここでつながれてはしまってたんですが、これに関してはね本が後ろに行ってたんで、こいつとね入れ替えというか、端子変えてねやっていけばできそうです。なんでこいつの分解やな。これもつながってんのか。黒はこのまんま後ろに持ってくか。いいんじゃないかな。でこいつ切っ
ちゃえば楽なんだけどもね、できれば切りたくないんだよね。配線の方ね、それなりにまとめてみました。ちょっと説明します。フロント、ライトの中に入れるのはね、この配線で、ホーンだけね、後ろから引っ張ってきたんで、長すぎるのと、マイナスの方はちょっと長さが足りないんですけどね、ここはちょっとうまくつないでというか延長させてやっていきます。あとはこのカップラーに合わせてね、メーター周りつないでいきます。それでメインキーはね、後ろの方に持ってきたんで、ちょっと長さ余ってるやつは切って端子つけて、やっていきます。それからこれね、ウェーブの部品なんで、メインハーネスなんで、セルモーターのねカップラーがついたまんまですけど、ちょっと外すとややこしいんで、ここはもうビニールテープで巻いて防水だけして、そのまんま残しちゃいます。それとこれですね、イグニッションコイルはね、随分長く取れたんで、これで直接つなげます。ただマイナス線がね足りないんで、このマイナスもねちょっと延長させます。で、あとはね、これですね、これがねエンジンのジェネレーターとつなぐ線なんで、これも長さ足りないんですが、ちょっとカプラーでねエンジンまでつないでいきたいと思います。で、最後にあといろいろなんだ、CDI とかね、イグニッションコイルはちょっとねシート下にしまいたいんで、これで長さは大丈夫だと思います。こんなとこかな。私ね、さっきこのセルモーターのカプラーの部分防水とかして残すって言ったんですけども、よく考えるとね、この国雨季もあるし、すごい水たまり走ることがあってね、変にくるんじゃうとそこから水が入って逆にショートしそうなんで、これねちょっと外すことにしました。やっぱりね浸水怖いですからね、ショートもね。いやいや、抜くだけで苦しみました。
そろそろねこういう外すのもちゃんと専用の工具欲しいところですね。これでねいいんじゃないかな。でこれがバッテリーで、あ、そっか、これをあれだ、こっちもう映ってないかマイナスが短いって言ったけども、これをねボディアース兼イグニッションコイルに入れちゃえばいいんだ。そうだね。こいつをこっちの長さわかんないから、これはあれしてやな、車体につけてからですね。よしよしよし、これでいいんじゃない？これね、ヒューズが昔ながらの缶ヒューズっていうのかな、このタイプなんでね、こっちに変えようと思ったんですけども、よく見てるとね、これの方が配線が、あくまでも外側だけども太いんでね、せっかく純正なんで、これはちょっと缶ヒューズをね、揃えてでもこのまんまでいってもらおうかなと思ってます。なんでこれはやめて、今日はなんか地味な作業ですけどね、ここで終わりにします。次で終わらすつもりだったけどまだ無理かな。まあいいや、とりあえずね今日はここまでです。それではまた。